さて今回は民のどん底から皇帝まで上り詰めた男、明の大祖主現象を取り上げるぜ。顛末の乱世で貧民から皇帝になったんだよね。まさに逆転人生だ。そうだぜ。だがこの男、ただの成り上がりじゃない。恐るべき統治力と猜疑心、両方を持ち合わせた矛盾の皇帝なんだ。主現象は顛末の飢饉で家族を失い、黄巾の難で濁蓮教徒として放棄、陳友領、長子姓などの軍友との争いを制し、元を北方に追いやって漢民族による中華復興を果たした。彼が初代皇帝となった明は300年近く続いたんだよね。中国屈指の帝王だよな。彼は農民出身ゆえに民政を重んじつつ、強烈な中央集権体制を構築した。だが後年は後進を粛清し、恐怖政治を敷いたことで知られる。顛末、中国は天災と重税で崩壊寸前だった。民衆が黄巾軍として放棄し、主現象もその中の一人だった。最初はソウル上がりの一兵士に過ぎなかったが、戦略眼と組織力で頭角を現し、やがて独立勢力を築いた。それで南京を拠点にしたんだよね。そう、彼は地理的に有利な南京を拠点に選び、皇国の陳友領、高祖の長子姓と戦って勝利。1368年、明を建国して皇武帝として即位したんだ。そして元をモンゴル草原へ追いやり、中国本土を完全統一した。その経営も波乱万丈だけど、今日は即位して皇帝になった後を中心に見ていくんだね。そう、主現象の統治が今日のテーマだ。彼はまず徹底した国土の高地測量を行い、土地台帳を全国的に作成させた。これが魚林図冊だ。全国の田畑を測量して登記したんだね。さらに全国的に人口調査を行い、110戸を単位として利を編成し、10年ごとに相互監視と納税の責任を負わせた。これを履行制という。なんか息が詰まりそうな制度だね。確かに厳しい。だが乱世の後、秩序を取り戻すには必要だった。主現象は民に勤労と倹約を求め、自らも質素な生活をした。けれども後期になると新海の猜疑から古意陽の極、南力の極などの粛清を行った。後進を殺しちゃったら国が乱れない。彼は中書省を廃止し、陸部を皇帝直属に再編、つまり最初を置かない皇帝制を作り上げた。皇帝独裁か。スーパーマンの主現象だからこそできる制度だな。これにより反乱は起こらず、国家は安定した。だが官僚は強すぎる皇帝権力の前に戦々恐々とすることになった。ただし民を救う勅令も何度も出している。民政重視と独裁、まさに光と闇の統治者だな。では各項目ごとに評価していこうか。まず制度面はどう評価できる？先ほど述べたように魚林図冊で土地を正確に登録し、履行制で徴税を確実にし、陸部制で中央集権を完成させた。これらは神末まで生き残る長命な制度だった。しかも彼の改革は理想論じゃなく実務として機能した。持続性、完成度ともに満点ということで制度構築力は満点の10点だ。次は軍事。戦争の勝率はどうだったの？ほぼ全勝だ。陳友領との早子の戦いでは奇襲と火攻めで圧倒、長子姓も滅ぼし、徐達、上宮春らの奮闘で元を北へ追いやった。基本は鎖国的だったよね。北限への警戒から北辺防衛を重視し、民間貿易には大金を敷いた。それは内政安定を優先した結果でもある。結果、国家安全は十分に守った。ということで軍事外交戦略は9点だ。農民出身だけあって、民の暮らしにも気を配ったの？主現象は荒廃した農村の立て直しに力を注いだ。農民の定住と耕作地の拡大に努め、そして先ほど述べた魚林図冊と履行制を開始した。さらに税の軽減、荒れ地開墾、農具や牛の貸与を推進、災害の年には自ら倉庫を開放した記録もある。民生面の実績は非常に高い。ということで経済民生運営は10点としておこう。文化政策はどうだったんだ？主現象は儒教を国の根本に据え、学校を全国に整備、大民律を制定し、官僚道徳を明文化した。彼自身も勤労、節約を実践して民の模範となった。さらに李の長老に農民の教家と裁判を担当させ、主現象自ら陸友と呼ばれる勅語を作り、これを定期的に唱えさせた。どんな内容？父母に孝順にせよ、長女を尊敬せよ、郷里に和睦せよ、子孫を教訓せよ、おのおの制御に休んぜよ、非をなすなかれ。なるほど。主現象が民衆の道徳強化に注力したことがよくわかるな。華々しくはないが地道に民衆の強化に成果を上げた点は高評価。文化教育と道徳強化は9点としておこう。次は人材登用か。主現象は家教を復活させ、唐や宋の時代と比べても大幅に拡充した。この結果多くの人々が科挙に合格し官僚を目指すようになった。
科挙制度によって多くの迷信が明代を通じて供給されるようになったんだね。一方、朱元璋といえば連想されるのが大粛清だ。彼は晩年恋王や蘭緑など多くの後進を次々と粛清した。そして上昇を廃止して全ての権力を皇帝に集中させた。自分の部下を信じられなくなったってことか。しかし皇帝への権力集中は諸刃の剣だ。朱元璋のような優れた皇帝なら良いのだが、暗君だと目も当てられないことになる。安暦帝や典型帝みたいな外れ君主に当たると悲惨なことになってしまうんだな。ということで、人材登用と権力構造管理は7点としておこう。後継ぎの問題では混乱したんだよね。皇太子の朱氷が朱元璋に先立って亡くなったのが誤算だった。朱元璋は朱氷のこの朱印文を皇太祖に立てたのだが、この時まだ16歳で、しかも心優しい性格だった。そのため朱元璋は自分の死後を心配し、それがさらなる大粛清を生んだんだ。後進を粛清しまくる一方で、自分の息子を各地の王に立てたんだね。だから後を継いだ建文帝とその側近は、皇帝の独裁権を確立するために、まず朱元璋が立てた各地の王を排除しなければならなかった。その結果、身の危険を感じた燕王子帝が反乱を起こしたんだよね。そう、それが西南の変。本来建文帝側が圧倒的に優位だったのだが、建文帝側の対応がめちゃくちゃだったのと、子帝の戦略眼が優れていたので、最後覇子帝が勝利して帝英を簒奪するに至った。朱元璋が後進を粛清し尽くしていて、名称が残ってなかったんだろうな。ということで、朱元璋が西南の変と南京陥落の遠因を作ったと言えなくはない。ということで後継者継承体制は4点。最後に外枠補正、どう見る？朱元璋は王朝創始者として荒廃した中国を再建した最大の功労者だ。彼がいなければ明という国家そのものが存在しなかった。厳格さと暴政の両面を抱えながらも民のための国家を現実に作り上げた。ということで外枠補正はプラス4点だ。なるほど。全部合わせると合計は53点。格付け S ランク。やっぱり成り上がり皇帝の頂点だね。そうだ、朱元璋は陰民から世界帝国を築き上げた比類なき創業者だが、同時に人を信じられぬ孤独な天使でもあった。栄光と恐怖、その両方が明王朝の礎を作ったんだね。それでは今回はここまで。